腕時計でなんかこれ本当に合ってるかなって思いながら、本当にもうお来たみたいななんか静寂から一気にこう轟音というか、もうバリバリバリっていうがいきなり来るから、私とロケットだけの世界みたいな感じで本を書きたくて、章立てはもうあるんで、なんか章立てだけでも見てもらえませんかみたいなことをめっちゃ言って回りました。実は一番最初にいただいたお仕事は宇宙法の弁護士の先生のインタビューだったんですよ。まだウクライナにいる時にどうやって避難するかみたいな話してたら、電話越しに爆撃の音が聞こえたり、私もなんか一緒にいるような気持ちになって、感動コンテンツとして戦争が利用されているというか、消費されてしまっているように感じた。今の心境はとか私もめっちゃ聞いちゃってたんですよ。ちょっと立ち止まってなんか考えて聞くようになりましたね。書いていいんだろうかっていう葛藤、とても書かないといけないんだよなっていう葛藤の中で生まれた。戦争を止める、一人で止めれるわけでもないし、何もできないけど、その中でなんか強いて言えばみたいな感じでめっちゃ迷いながら書いた、多分それが文章の中でも現れてて。今回のゲストは井上遥さんです。宇宙ライターとして活躍され、これまで多くの宇宙企業や宇宙飛行士を取材し、1000以上の記事を書かれました。今年1月には空を編むというエッセイを出版し、ロケットの打ち上げといった宇宙開発の取材やその時の思いに加え、宇宙法や国際関係といった専門を目指し、深く関わりを持つことになったウクライナの昨今の情勢についても触れられています。また、From Under 30世界を平和にする第一歩というアンソロジーへの寄稿として、自身のウクライナの友人が直面する情勢を発信するにあたり、ライターとして取るべき姿勢に対する葛藤と平和への願いが綴られています。この寄稿文は中学の国語の教科書にも採用されました。今後、たくさんの子どもたちが読むことでしょう。それでは早速どうぞ。本当に単純な質問ですが、取材はやっぱ自分からこうアポ取ってでいけるかどうかで、対面でインタビューすることもあれば、そういうグループになって記者会見みたいなのでやるんですかね。もう本当にいろいろで、記者会見に呼んでもらえたら記者会見行くこともありますし、なんかそうだな、なんか企業さんによってはこれまだ記者会見するほどのフェーズじゃないみたいなことを思われてる会社さんとかはしない時もあって、そういう時は個別で取材を申し込むんですけど、私はフリーランスで自分でメディアを持ってるわけじゃないので、それぞれの編集者さんとやり取りしながら企画とか考えていくんですけど、編集者さんがなんかつてを持ってたりだとか、よくやり取りしてるところであれば編集者さん経由で申し込んでいただくこともありますし、ない時は私からもうお問い合わせフォームから、ってことですね。はい、じゃあ本当に宇宙ライター始めたばっかりだった時は、編集者っていう人たちとの連絡つながりもないですよね。なかったですね。もう全部一人でバーってアポして、そうですね、アポひたすらとか、あとなんだろう、一番最初に編集者の方と知り合ったのは、なんか知り合いが本を出してて、その人がこう出版記念のなんかイベントで最後になんか懇親会もありますみたいなのにこう呼んでもらったので行ったんですけど、そこにたまたま編集者の人がいらっしゃって、私宇宙の記事書きたいんですみたいなことを言ってみたら、その編集者さんも宇宙に興味があったみたいでお仕事をくれました。そのすごい偶然というか、そこでたまたま巡り合った方とつながって、はい、そこからどんどん広がって継続的にこうその編集者さんともやり取りして、そしてできたのが実はソロアメだったりします。その時の編集者さんが。そうなんですね。はい。じゃあ生みの親でも、その方も生みの親であるという。そうですね。なんかこれとかはやっぱある程度著名な方だったら出版社さんから声かかると思うんですけど、私は来ないから、でもこの本すごい出したくって、いろんな編集者さんにこういう本を出したくて、なんか章立てっていうんですけど、こう目次の案でそれぞれなんかこの章ではこんなことを書きますみたいなことを書いた、企画書みたいなものですよね。そういうのを作って編集者さんに取材の帰りとかに、実は私今本を書きたくて章立てはもうあるんで、なんか章立てだけでも見てもらえませんかみたいなことをめっちゃ言って回りました。なるほどね。はい、それで生まれた空を編むか。はい、でもその時は
その編集者さんもふーんみたいな、あ、そうなんだ頑張ってみたいな感じだったんですけど結構あなんか1れなんですね。ヶ月とか経ってうんあの件ってまだもしかして出版決まってないですかみたいな、決まってなかったらうちでやりませんかみたいなことを言ってくださって、はい、初めこうつっかえしておきながら後なんかから。ふーんって言ってたけど多分こうちょっと記憶の片隅に残ってたのかな。すごい嬉しかったですね。なるほど。じゃあその空を編むに至るまでのちょっとストーリーというはい、か、ちょっと井上さんの過去の話も含めてもうちょっとステップバックしてもう一回はい、一から教えていただきたいんですけど、まずは宇宙にも興味を持ったきっかけって何なんですかっていうのと、多分その中でもはやぶさのプロジェクトのインパクトって結構大きかったと思うんですけど、これが与えた影響はどうでしたか？はい。まず最初の質問で宇宙にいつどうやって興味を持ったのかってところなんですけど、もう物心がついたら宇宙好きでした。多分もう3歳とか4歳とかうんそれぐらいの時からなんかプラネタリウムすごい楽しいなって思ってたりだとか、あの教育の教材ベネッセの教材をなんか親が取っててくれたんですけど、それの付録になんか星空とかのやつがあるともうめっちゃすごいこれ楽しいと思って持ち歩いてましたね。もう常に持ち歩いてる。はい。でもやっぱ最初の頃は星空とかから入ってって、まあなんか不思議だなって思って、うん星ってなんで光ってるんだろうとかそういうことを思ってたんですけど、高校1年生の時に小惑星探査機のはやぶさの初代の方が地球に帰還して、それまでもやっぱ JAXA とか興味があったんでずっとインターネットで調べてたりとかはしたんですけど、周りの女の子とかははやぶさって知ってるって言っても当然知らなくってそうですよね。JAXA って何みたいなうん感じだったんですけど、なんかはやぶさが帰還したらもうニュースとか新聞とかでめちゃくちゃ取り上げられたじゃないですか。それでなんか学校の総合的な学習の時間とかでこう好きなこと興味があることについて調べて発表しましょうみたいな時になんかみんなはやぶさのこと調べて発表してて、あれなんか前まで知らないって言ってたのにみたいな、急にやっぱ知名度が全然上がったんです上がったんですよね。かね。で本当になんかで友達と一緒にはやぶさの映画見に行ったりとか、それこそカプセルの展示がこう日本全国いろんな科学館であってたんですけど、それも一緒に友達と行きたいって言って見に行ったりとかして、気づいたらみんな宇宙にはまってるみたいな。なるほど。でも井上さんが多分その宇宙好きオーラを出してて周りの人が取り込んでいったのかもしれないですね。それどうだろう、そうだったら嬉しいんですけどでなんかそれを見た時になんかこんななんか成功したらこう盛り上がるんだって、なんかみんなもこう宇宙にこう熱狂していって、すごいなんかそれが楽しかったんですよね。で、こんなねはやぶさみたいなすごいこと成し遂げて、もうこれからはもっともっとすごいことやっていくんだろうなって思った時に、なんか私もこのビッグウェブに乗りたいじゃないですけど、なんか宇宙に関わるお仕事できたらいいなって思ったのはその時でしたね。なるほど。僕も実はそのはやぶさプロジェクトの、はい、川口純一郎はいプロマネはい。が僕の高校、ありがたい時のことにその高校のために講演しに来てくださって、へえ、すごい素敵。でその大きい会場だったんですけど、そこに川口さん来られて講演されてたんですね。で僕全然正直ちょっと話の内容まであんま覚えてないんですけど、なんかその話されてるエネルギーがすごくうんうんうて、ん。最後尾だったんですけど、多分2階だから多分100メートルぐらい離れてるんですけど、すごくなんか5個を指して光って見えたんですよ。へえ。でその時に進路迷ってたんですけど、それの影響を受けて、なんかこの人が話してることすごく楽しそうに人生生きてるなみたいなのを感じて、宇宙の工学っていう道に決めたんですうよね。ん。だからはやぶさの宇宙機だけじゃなくて、やっぱ関わってる人うんうん。のエネルギーってすごいなっていうふうに思いましたね。そうですよね。私高校生の時に川口さんの講演聞きに行きたかったんですけど、本にも書いたんですけど行けなかったんですよね。申し込み開始の時間がこう学校の授業中で終わってみたらもうなんか埋まってるってなっ授業て、中携帯いじっちゃダメだから。いけないからで、うわーショックと思って、でその講演会があった科学館のなんか学芸員さんですかね、なんか説明してくれるなんか質問とか
聞いてくれる方になんか講演会でどんなことを話されてたんですかって聞いたら、なんかわざわざメモを印刷して持ってきてくださったんですよね。でそれがもうすっごい嬉しくて、文字だったらなんかこう時間を超えてなんか人にこうやって渡せるし伝わるし、すごいいいなと思って、それが結構私の今ライターのお仕事をすることにつながってますね。そこが種になったってことですね。はい。で高校で、そういう経験をされた後に大学では、はい。宇宙法について学ばれてますけれども、こはい。こで法学部の宇宙法を勉強しようと思ったのはどういうきっかけがあったんですか？はい。それもやっぱなんか宇宙が好きだったので、いろんなところに宇宙の講演会とかが私福岡出身なんですけど、近隣である時は探して行ってたんですけど、それでJAXA のタウンミーティングって言って、いろんな町に JAXA の研究者とか JAXA の人が来て、で市民の人と意見を交換するっていうイベントがあって、今はもうそれは行われてないみたいなんですけど、それが近くであったので行ってみて、でその時になんか文系でもJAXA で働けますかっていう質問がその子で上がったんですよ。それでJAXA の方がなんかもちろんJAXA って別に JAXA っていうか、宇宙開発って理系だけの仕事じゃなくって、これからは宇宙法とかそういった分野の専門家も活躍活躍が期待されているっていうお話があったので、宇宙法か面白そうだなって思って、で法学部いいなっていうことで進学しましたが、まあ宇宙法って割と、国内も国外国際法もありますけど、なんか国際法の土台を割と理解してないと宇宙法わからなかったりしますし、あとは大学に進んでも宇宙法の授業って本当国際法の授業のなんか一コマ分ぐらいしかそうか。学部だと勉強できなかったりするんですよね。うん。だから、まずは国際法をいっぱい勉強しようと思って、学部生の時はそれで留学したりとかをしてました。国際法っていうとつまり条約みたいな、そうですね。いろんな国が守るためのものですよね。そうですね。その中に宇宙に関しての法律というよりかはもっといろんな分野の、それこそその時当時、そっか、その時当時とか今もあれですけど、それこそ核に関する話だったりとか平和に関する他の条約とかっていうことですよね。そういうことを学んできて、今のこの宇宙ライターとしての仕事にはどういうふうに生きてきてますかね。あめちゃくちゃ生かされてめちゃて くちゃ生きてる。よかったよかった。やっぱり私エンジンとかロケットのエンジンとかそのエンジニアリングの専門家ではないんですけど、だからそっちの方面はまだまだ勉強中なんですけど、一定数なんかその宇宙法とか国際関係の方からあのしゅあのの視点から宇宙の記事が欲しいっていう風なリクエストとかもあったりして、そういう時はなんかご指名というか記事書いてほしいっていう風にリクエストしていただくことが多くって、それはすごいなんか差別化につながってるのかなって思いますね。やっぱインタビューする人の中でそういう法律を学んでるとか国際、政治国際政策を学んでる人っていうのがやっぱ少ない、特に宇宙関連だと少ないっていうことですかね。少ないのかなって思いますね。うん。だから実は一番最初にいただいたお仕事は宇宙法の弁護士の先生のインタビューだったんですよ。なるほど、それは専門を知ってないと無理ですね。なるほど。はい。そういうとこから始まって、で、今宇宙、ビジネスの中、日本でもどん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 宇宙ビジネスいろいろ発展してきてて、で、著書の中でも、いろいろ紹介されてたんですけれども、インターステラーテクノロジーズのロケット、ギフンロケット、メタンを使ったロケットとか、アストロバイオロジーセンターとか、あとクル5打ち上げとか、いろいろあって、でもいろんなとこを見てきてて、すごい、楽しそうだなっていうのは正直あって、でも今まで取材してきた中で、一番印象に残った、一番じゃなくても、これは印象に残ってるみたいなのってありますか？そうですね。やっぱりクルー5の打ち上げですかね。若田光一宇宙飛行士が乗った宇宙船ですけど、はい。それがアメリカのケネディ宇宙センターから打ち上げ
有人宇宙の、ISS ですね。ISS に行ってドッキングして、そこで活動されるっていうところの打ち上げに、現地に行かれて見たっていうところですね。はい。でその時に、これも本の中で書いてあったのがVAB か、はいバーチャルアセンブリビルディングだからスペースシャトルロケットを組み立てるところに、JPL じゃないケネディ宇宙センターの象徴的な何ですかね、はいキューブの建物建物の屋上で見られた。はい、もうすごい多分ラッキーなことで、なんかあれ最初抽選があったんですよね。あそこから取材できる人の。で、その抽選落ちちゃって、落ちたんですね、それは。一回落ちたんです。で、まあ残念だなって思ってたんですけど、多分それに行く予定だった人が行けなくなっちゃったのかな。で、なんかもう一回募集しますっていう風な案内が来たんですけど、そんなに一回落ちたから期待せず申し込んでおいたら、なんか前日とかに行けますっていうメールが来て、って思ってで行けますとなって、はいじゃあ急遽なんかいろいろなんかメッセージとか来て、こういうことを手続き進んでくださいみたいなのを手続きとか追加では特になかったんですけど、行けることになって、でありがたいことに屋上行って、でその時ってちょうどSLS ロケットアルテミス1の時のSLS ロケットがVAB の中にあったんですよ。だからエレベーターで上の方に屋上まで行く時に見えて、わあこの子が宇宙に月に行くんだと思って、だからこう下からこう舐めるようにどんどんSLS で屋上に行くと行ってそういう感じだったんですね。そこでじゃあ目の前にあったのは SLS ですけど、実際に見たのはスペース X のクルー5の、そうですね、ロンチャーの方ですね。で本当にもう、その屋上からの景色がすごくってですね、それが見たい。こう写真も載せてるんですけど、こんな感じでもう青い空になんか海と湿地ですね、完全にすっごい綺麗で、これがもう辺り一面こんな景色が見えて、なんか地球ってこんなに綺麗なんだって思っちゃいました。すごい晴れてますしね。しかもすごいお天気も良くてですね、こんな風にこれ打ち上げちょっとこれはこぼれ話なんですけど、ここに髪の毛入っちゃって本当だ若干見えますね。この日も本当に晴れてたんで眩しくって、何回ももちろん打ち上げの前に試し撮りをしたんですけど、レンズとカメラのなんか間になんか髪の毛が入っちゃったのに、暑すぎて眩しくて気づかなかったんですよ。こんなになんかいいタイミングなのにこんななんか入っちゃって、いやこれ多分言わなかったら気づかなかったですよ。言わなかったら気づかないかも。でも私はずっとなんか見るたびにどうしてここに髪の毛かみたいな。確かに。でなんかでもこの本に使う時に編集者さんとか、いやこれフォトショーで消そうと思ったら消えるよみたいなことを言われたんですけど、これもなんか自分の一個のミスでもあるけど、なんかそれはそれでいつか見直した時にこんなこともあったなって思い直せる方がいいかなと思って消しませんでした。そういうことですね。確かに言われてみると気になってきますよね。そうですね。なんか黒いのあると思ってそっか。これってその VAB から見るのとその他の人が見るその抽選に外れた場合に見るのはどれぐらい違うんですか？距離が違うんですかね？距離はまず違うと思います。もっとVAB の方がもっとちょっとVAB の方が近い。で、一般の記者さんたちはなんかこの場所は結構屋上だから高さがあるんですよね。下から見てるんですよね。それもそれで私いつか見に行ってみたいなと思ってるんですけど、あとはやっぱこの湿地とかは登ってみないと見れないものですし、ただ一個もう違うのが、地上だとカウントクロック54321みたいなやつが表示されるので分かるんですけど、こっちはその声も聞こえないし、あとスマホとか持っていけないんですよ。カメラは持っていけるんですけど電波発してるもの持っていけないので、腕時計でなんか見ながら、これ本当に合ってるかなって思いながら本当シーンってした中何のアナウンスもないから打ち上げいつあるんだろうかっていうのは本当にもううわ来たみたいな。だから静寂から一気にこうあれですよね、もう轟音というかもうバリ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 っていうがいきなり来るから、なんかすごいなんか珍しい打ち上げですよね。僕も
打ち上げ1回を見に行きたいと思ってまだ1回も見れてなくてぜひぜひ何回ぐらい見られてますか今のところ。これも含め牛て。糞ロケットの時が1回目、で実はこの取材の時、このケネディ宇宙センターに行った時、前日に別のロケットの打ち上げとかたまたま見れたんですよ。そうなんですね。だからそれアトラス5の打ち上げを見て、でこれ、で H3 の飛ばなかった時1号機が1回で2号機で5回かな。5回ぐらい見て、はい、そうですよね。これは特に友人っていうのも多分あって、しかもVAB から見たっていうのもあってかなり印象的で、しかも天気も良くてなんか最高の景色ですよね本当に。そうですね。音がないから、私とロケットだけの世界みたいな感じで待ってた時間もなんかすごい記憶に残ってますね。この時に若田宇宙飛行士の取材はされたんですか？取材は若田さんが、最終的な訓練の前に一回日本に帰国されて、そこの記者会見では、取材をさせていただきました。なるほど、そういうことですね。わかりました。その時はどういったそれはそのクルー5に向けた取材っていう。そうですね。なるほどなるほど。でクルー5は何だ長期滞在、ちょっとどういう内容だったかはあんま覚えてないんですけど、ISS の長期滞在。長期滞在で、なるほど。さっきちょっとオフラインでも話をしましたけど、スリムの月面着陸した時にすごくお忙しくなったっていうところでこれはどうでしたかね。このスリムの成功とか、あと周りの盛り上がりとか、その辺の感触、他の取材との違いとかって何かありますか、スリムに関して。なんかスリムの取材、なんか最初着陸できたのかどうかわからない時間がありましたね。ありましたよね。なんかしばらく沈黙が続いて、しかもかなりなんか重苦しい雰囲気もありました。なんか記者会見を待ってる時間がすごいなんか長く感じられましたね。で、周りのなんか専門の記者さんたちがこれは厳しかったんじゃないかとかいろいろ言って、せっかくね月までたどり着けたけど月面やっぱ難しかったかなとか思ってすごい心配してたんですけど、でそこで記者会見が始まって、でこの本の中でも書いたんですけど、そこで登壇されてた皆さん、JAXA の皆さんがなんか一応着陸完全に想定通りに成功したわけじゃないけど着陸自体はできていて、もうなんかそんなににっこりもしないしなんかすごいシリアスな感じだったから、これなんかまずかったのかなみたいな感じで見てたんですけど、なんか他の記者さんが質問をされて、なんかもっと喜んでいいんじゃないですかみたいなことを質問された時に、この研究者として早くもっと状態を知りたいからっていう風な話をされて、そういう心境なんだって思って。そうですよね。僕もライブ配信は見てて、なんかすごく淡々とそうですよね。話されてますよね。解説されてる方もそうですし、なんか着陸しましたみたいなのをすごく淡々と話してて、例えばクルー5とか、アメリカの文化も違いますけど、向こうだでもうわーってなるじゃないですか。JPL の仮設着陸とかもそうでしたけど、なんかすごい冷静だなって思ったのを思いましたね。だからなんかどうしていいかわからない、なんかおめでとうございますって言っていいのかどうかわからないとか思ってたんですけど、やっぱ後に数日後に画像が出てきたじゃないですか。スリムの周りに走ってた空球でしたっけ、ちっちゃなローバーみたいなのが、あの子が撮ったスリムの写真が出てきた時に、なんか本当に月に着陸してたんだって、もちろんしてたことは知ってはいたんですけど、やっぱ写真を見て本当に月に行ったんだ、月に今いるんだみたいなことを思われた方はすごい多かったのかなと思って、そうですよね。僕もあれ見た時になんか傾いてるけど本当に月にいるんだっていうのは、見て思いましたし、それを生で見るのはあれが初めてだったので、すごい印象的でしたよね。いっぱい取材してると、企業に対してでも、団体でも個人でもこの人話しやすかったなとか、この人の話印象的だったなとか、やっぱいろんな人と話してるからこそなんか
この人と合うなみたいなパーソナルアタッチメントが生まれる人、そうでない人といると思うんですけど、まあ、今井上さんがこう好きなっていうか推しの企業、推しの人、まあそんな大っぴらに言えねえよっていうことはあれですけど、特に注目しているところとかってあったりしますか？特に注目なんだろうな。いやなんか種子島はすごい取材楽しくってですね、H3 の1号機の時と2号機の時で2回行ったんですけど、なんか島の皆さんがすごい温かいなと思って、もっとお話聞いてみたいなとは思ってますね。例えばあれはどっちの時だったかな、1号機の時だったか2号機の時だったか忘れちゃったんですけど、2号機の時だ。なんか宇宙の他の専門のライターさんたちと同じ宿に泊まってたので、打ち上げが日にちが延期になっちゃった時とかはなんか一緒に散歩したりとか観光したりして時間をこう過ごしてたんですけど、なんかみんなでこうなんか道端歩いてちょっと散歩してたら、なんか通りかかりの道路を走ってた、なんだろう、トラクターかな、なんか農業機械のがパッて止まって、そしたらなんかおじさんがなんかさっきみかんそこで買ったから一袋あげるよって言ってくれたんです。で、なんでって思ったんですけど、見知らない人ですよね。知らない人です。もう全然知らない人なんですけど、なんかロケットのために見に来てくれたんですよみたいな感じで、だから楽しんでってくれみたいな感じでみかんくださって、いいですね。すごい優しくって、でなんかロケット見に来たんですみたいなことを言ったら、なんかすごい種子島宇宙センターでねみたいな感じで話してくださって、で詳しいですねって言ったら、いやもうそれはもう地元の宇宙センターだからねみたいな感じでおっしゃってて、なんか地元の宇宙センターっていうなんかすごい素敵と思って、愛されてるって感じですかね。だからこう周りの人も快くそれを見に来る人を受け入れられるし、いい街ですね。あと何だったっけな、なんか他にもこう散歩とかしてたら全然知らない人なんですけど、なんか JAXA のクリアファイルいっぱい持ってたからなんか分けてあげるよみたいな人だからそうかそう。いや僕も確かその人工衛星打ち上げのために内之原、じゃあ内ヶ原、どっちだっけ、内之原の鹿児島のあそこの宇宙センターに行ったことがあって、であそこもやっぱ街を挙げてというか街全体が打ち上げ、宇宙センターのために、結構盛り上げてくれてるところがあって、で僕も印象的だったのが近くにレストラン、なんか食べ物食べに行こうって言ってレストランに行ったら、そこでこうロケットランチみたいなのが名前があって、もロケットランチいいですね。内容ちょっとスパゲッティとハンバーグだったかな、普通の定食なんですけど、なんかロケットランチって名前であって、やっぱ振動してるんだなってのを感じましたね、そこで。街を挙げてこう盛り上げてる感じがすごいいいですよね。あとなんか面白かったのが1号機の時かな、なんか宿から種子島宇宙センターまで行く時に一旦南種種子島ってなんかこんな感じの地形になってますけど、南の方の役場でまでバスで行って、そこからタクシー呼んで宇宙センターまで行こうとしてた時に、そのバスで町役場に着いて待ってたら、なんか後ろに看板っていうか、いついつ打ち上げが予定されてるので何時から何時までは交通規制がありますみたいなことが貼ってある看板があるんですけど、あれをなんかスタッフの人がなんか触り始めて、おやっと思って見てたら打ち上げの日に変わったんですよ。そこで分かったんですね。と思ったらちょうどなんかメールで打ち上げ延期になりましたみたいなでメールが来てですね、せっかくなんかここまで来たしもうタクシー呼んじゃったと思ってどうしようかなと思ってたらタクシーが来ちゃったんです。で今打ち上げが延期になっちゃって、種子島宇宙センター行くのやめたいんですけどみたいなことを言ったら、なんかタクシーの人がそれでじゃあ帰るのみたいな、なんかライターなんでしょみたいな、せっかくなら取材しなよみたいなことを言ってくださってそれでどうなったんですか？でなんかそのタクシーの方が
なんか町役場知り合いいるからちょっとついてきなって言ってなんか取材を取り付けてくださってせっかくだからなんか取材しなよって言ってくれて、すごい。でそれも無事に記事として出すことができたんですけど、ちょっとねいきなりアポなしで行っちゃったので、町役場のことにご迷惑をおかけしたかなとも思うんですけど、そんな感じで町のあらゆる人が本当に応援してくれる、なんかそんな場所他にないんじゃないですかね。そうですよね。そうか。いいですね。で、今、北海道の大樹町もどんどんね、民間のロケット打ち上げ場とそうしてですね。活発になってきてますけど、南と北で同じようにまた暖かい、北でもっと暖かい、寒い地方ですけど、暖かいなんか街になるといいなっていうふうに今話を聞いてて思いましたね。確かに。なんか大樹町の方も何度かはい。取材に行ったことがあって、なんか聞いてて面白かったのが、インターステラテクノロジーズさんがこう来て、結構従業員さんとかこう雇用してるので、結構若い人たちが新しくこう移住っていうか来てらっしゃるみたいですね。で、そうなるとなんか今まではその街のなんか道端とか散歩してる人はたくさんいたけどランニングしてる人が増えたっていう風におっしゃって若いいて 人がね。来たからはいっはいはい。ていうなんかそういう見える変化もあるみたいで、なるほど。街、やっぱそこに宇宙開発だけじゃなくても、そういう人が働く人が出てくると、街がどんどん変わっていくんですかね。活発にこうなっていくんですね。なるほど。そういった意味でも、なんか宇宙を通じての地方創生というか、そういうのもなんかやっぱあるといいですね。なんか今聞いてて、単純に今思っただけですけど、やっぱ人を集める能力とか、それこそロマンとか夢とかっていうのが集まる場所でもあると思うので、どん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 、今、そうか、和歌山でもスペースポートできてますけど、各地で、それこそ宇宙の打ち上げなんていうのは多分都心じゃ逆にできなくて、そういうそうですね。広いね、場所があるところでやると思うので、そういったところの活力になると、すごく僕も嬉しいなと思いますね。宇宙飛行士のはい。方といろいろ、宇宙飛行士の方をいろいろ取材することがあると思うんですけど、若田さんとか、野口さんとか、あと、そうですね、視聴者の中でも書かれてましたけど、ロシアの宇宙飛行士だったり、あと留学された時、これも後で話したいんですけど、はい。留学された時にカデニュークさん、宇宙飛行士と会ったりしてて、いろんな宇宙飛行士を見て取材されてきて、直接お話しされてきた中で、彼らの中の共通項というか、やっぱ、宇宙飛行士たるがゆえに持ってる素質みたいなのって、井上さんの中ではどういうふうに感じてますか？そうですね。これはなんかそういう人が宇宙飛行士に選ばれてるのか、あるいはなんか宇宙飛行士として働いてるうちにそうなっていくのかはわからないんですけど、確かに。なんかすごい想像以上に私たちのこと考えてくださってるなと思って、なんかこう宇宙に滞在してる時にどうやってこう一緒に楽しませるかとか、一般の人たちをですねとか、例えばそうですね、最近だと結城公也宇宙飛行士記者会見もあって取材させていただいたんですけど、なんか結衣さんは宇宙飛行士って宇宙にいる間もお仕事をしてる時間と余暇の時間もあるみたいですね。でその余暇の時間って自分の好きなことをやってなんか、くつろいでリラックスすればいいのに、なんかその時間さえも使ってこうみんなにこうもっとなんだろうな、貢献というか価値をこう提供できないかみたいなことを考えてらっしゃって、ちょっとびっくりしましたね。そういう、皆さんのことを考えて、他の人のことを思って行動する。で、自分の時間を使ってでも、もっと貢献したいっていう思いが強い。そうですね。例えば記者会見でゆいさんがおっしゃっていたのは、ゆいさんすごい写真撮るのとかが好きみたいで、はいはいはい。前回のフライトの時とかもたくさん写真撮ってこう発信してくださってましたけども、今回はもっとそれをなんか力を入れていくということで、防災科研さんとコラボして、例えば台風とかが来た時にその様子を写真撮って、ただ台風が来てます危険ですじゃなくて、そうやってなんか写真と一緒に発信することでもっとなんか気をつけなきゃだったりだとか、こう一般の人が感じてもらえるんじゃないかっていうことで、そういう風な取り組みとかをこうする予定だっていう風なお話とかをされてて、
なんか私が宇宙に行ったら自分の好きなことだけやっちゃいそうなんですけどそうか、そういうことですね。まあ、懐が深いというか、いろんな側面を持たれてるんですかね。結城宮さん、宇宙飛行士、実は私、前にえっと、ファイナリスト、宇宙飛行士ファイナリストの内山隆はい。さんとお話しさせていただいたことがあって、内山さんは、結衣さんの、まあ、結衣さんと一緒に宇宙飛行士選抜試験を受けられた方で、まあ、ずっとつながりを持ってられてて、で、さっきの話で、結衣さんは、写真撮るのが上手ってことで、実際に、ファイナリスト同士でこう約束したなんか千バズルみたいなのを写真撮って、でファイナリストに残った7人分の写真を撮って千バズルを宇宙でこうキューポラっていうんですかね、へ ISS え。の中ので地球が写ってて、かつしかも折り紙が全部浮いてるみたいなのを写真撮っておくて、すごい綺麗だなと思ってて、やっぱ写真撮るのも上手ですよね。しかもあといろんな側面あるなと思ったのが、その中でもなんかあのゲーム好きってこともおっしゃってましたし ああ、おっしゃってました。いろんな側面があるなって思いますね。やっぱり人間として深いのかなっていうのはうん。感じますね。はい。他にやっぱ印象的だった宇宙飛行士の方とかいますか？そうだな、なんか取材ではないんですけど、カナダにも留学してた時があって、その時にあの講演会を聞きに行った宇宙飛行士がいるんですけど、カナダ宇宙庁のジェレミー・ハンセンさんっていう宇宙飛行士の方がいらっしゃってですね。はい。で、私はあれは何だったかな、カナダで映画祭があってた時に、はい。ちょうどなんか映画とのコラボみたいな形でうん。ジェレミー・ハンセンさんがゲストとして登壇されてるイベントをはいはいはい。聞きに行ったんですけど、うんうんその時ってまだジェレミー・ハンセンさん一回も宇宙飛行をしたことがない状態。そんな中でなんかでも宇宙飛行士として話をしなきゃいけないっていう状態だったんですけど、なんかハンセンさんが考える宇宙でこんな感じだったりだとか、訓練のことをお話ししてくださって、これちょっと詳しい話は忘れちゃったんですけど、これすごいなんか面白いなってその時思ったんですよね。なんか宇宙に行ったことない宇宙飛行士だから話せる話なのかなってうん。なるほど。思ったりして、うちょっとん。すいません、なんかそうですね。話した内容覚えてたらよかったんですけど、そうですすごいいね。いなって思って、で、このうん。ジェレミー・ハンセンさんはアルテミス2、アルテミス計画って今なんか3段階であの月面着陸まで進んでますけど、1回目が無人の宇宙船で月を往復して地球に帰ってくるっていう風なミッションで、次このアルテミス2が人が宇宙船に乗って月を周回して帰ってくるっていう風なミッションになってますけど、ここにアメリカ人以外の宇宙飛行士として唯一参加されることになってて、だからハンセンさんがう月にん。月の行くということで、周りにいなんかて。どんな風なお話をされるのかなっていうのすごい楽しみはいはいはい。にしてます。それが初フライト。になるのかな、どうなんだろう。ああ、その辺もちょっとじゃあちょっと後で調べてみますけど、そうか、それが初フライトだとしたらまたすごいすごいですよね。あれですね。最初の行き先が月って月っいう ていうすごいな。へえ、そっか。あとはそうですね、取材以外になっちゃいますけど、印象に残ってる宇宙飛行士の方、向井千秋さんはい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 。が、私がまだ大学生の時に、なんかあれは何だったかな、ワイセフっていう風なイベントがあって、これはなんかアイセフっていう風ななんか国際あれは何なんですかね、カンファレンスがあって、それのヤング版、ああ、はいはい。若い人向けで、あの NASA と確か JAXA が協力してやってるイベントだったかと思うんですけど、私が大学生の時にあって、ワークショップとかを世界からなんか宇宙に関わる学生とか研究者とかを35歳以下の人が集めてワークショップをするっていう風なイベントがあって、それを申し込んで、ありがたいことに私も参加させていただいたんですけど、その時になんか向井さんがメンターとしてあの今後のキャリアのことだったり相談に乗っていただく時間があったんですけど、その時は私はなんかまだいろいろ将来のことを迷ってて、国際法のとか宇宙法のプロを目指すのもいいかもしれないし、なんか宇宙のライターもやってみたいし、なんかどういう風にしたらいいんだろうって迷ってますみたいなことをお話ししたら、一旦全部全力でやりなさいってことを言ってくださって、やっぱすごいパワフルな方なので
そうですね。それ全部やりなさいって言われて、それをやっぱやりきれって言われて、やりきれて、で私そのイベントに参加した時がちょうどウクライナの留学中、1年間の留学で、前半のセメスターが終わって、そのイベントが終わって帰ったら後半のセメスターっていう状態だったんですよね。ちょうどだからまさに今本当に苦労してどっちに進むかっていうのを迷ってる最中だったってことですね。でも全力でっていう風になんかもう頑張れっていう風におっしゃっていただいたので、なんかすごい背中を押してもらってよっしゃと思って、でまたウクライナに戻って授業を取ったんですけど、その時はまあこれがちょっといいことだったかどうか今振り返って分かんないんですけど、本当にたくさん授業を取って、もうなんか取れるだけ取って、もうなんかここでもう国際法をちょっと基礎を固めようと思って頑張れたのは向井さんのおかげで、そのなんか履修の登録の表を見て、ウクライナの大学の学生科の人はちょっと取りすぎなんじゃないみたいなこれなんかせっかく留学も来てるし、なんかもっと観光とかもしたりとかする時間も取った方がいいし、っていう風に言われちゃうぐらいいっぱい取って、そんだけ印象があって印象に残ってて、ほぼ 120% ぐらいの全力で、もう全力で、もうやっぱウクライナでしか学べないこともあると思いますし、もう全力でなんか授業にこう挑めたのはもう向井さんのおかげかなって思います。そうですね。ちょっとじゃあウクライナの話が出てきたので、またちょっと一歩戻って、ウクライナに関して、なんかありますか？大丈夫です。そっか、ちょっと寒いです。ウクライナに留学されたってことで、まずちょっとじゃあ雰囲気をつかみたくて、僕も実はウクライナに住んでる友達が言語関係のちょっと一緒に学習しようみたいなのちょっといるんですけど、ちょっとじゃあキーウについて、ウクライナのキーウについて実際に行かれたってところでどんな街だったのかっていうのを井上さんの思い出しながら、当時思い出しながらちょっと教えてもらってもいいですか？どういう街か。どういう街か、まず街並みすっごい綺麗でびっくりしましたね。なんか結構建物がパステルカラー、なんかまさにこんな色の建物とか水色の建物とかが多くって、なんか日本とも全然違う異世界に来たなみたいな街並みは。ザ西洋というかヨーロッパの雰囲気とはまた違う感じなんですかね。そのヨーロッパのイギリスとか、ドイツとかのなんですかね、若干赤とか白とかが混ざったような雰囲気とはまた違って、ちょっと違ってですね、なんか東ヨーロッパの雰囲気があって、まさに今着てられるのもウクライナのそうですね、こちら民族まさにあれですよね、国旗の色そのものですよね。そうなんです。これベシェバンカっていう、このなんていうんですかね、編んだやつのことをベシェバンカっていうんですけど、手編みですか？これはどうなんでしょう。そうか。どうかな。もともとは手編みかもみたいなものですね。そうですね。ベシェバンカもいろいろあって、なんかその地域によってこの模様が違ったりとか、なんか願いを込めて作ったりとかするので、いろんな模様があるみたいですね。なるほど。じゃそのすみません、ウクライナに滞在されてる時に、留学して、その時にまず宇宙法を学ぶってところで、さっきお話にも出たレオニド・カデニューク宇宙飛行士にも直接お会いされてますし、あとは本の中でも書かれてたセルゲイ・コロリフですねの記念館に行かれてて、実際に行ってみて、人とお話ししてみて、ロシア、ウクライナ、当時ソ連ですよねの宇宙開発とかっていうのに、興味持たれましたかっていうのと、その宇宙開発についてなんか今の、日本だったりアメリカと比較してみて、どういう宇宙開発だったのかみたいなのってご自身でなんか思うことありますか？そうですね。なんかそもそもウクライナに行きたいなって思ったのは宇宙法もそうなんですけど、なんか私もともとロシアの宇宙開発すっごいかっこいいと思ってて、ソユーズかっこいいなとか思ってて、だからロシアのこと知りたくてロシア語を勉強して、せっかく勉強したからどこかロシア語とか活かせる留学先を探した結果ウクライナに行くことになったんですけど、なんかその過程でなんか私はずっとロシアかっこいいと思ってたのに、なんかロシアって戦争してるんだみたいなことに
なんかやっと気づいてですね、もちろんクリミアが2014年からですかね、あってて、一回そのことはニュースでリアルタイムで見てたはずなんですけど、なんかすっかり1、2年のうちに私は忘れてしまってて、ロシアかっこいいかっこいいって思ってて、あと多分日本も当時はなんか、なんだろうな、ロシアかっこいいイメージありましたよね。それで、だから、ロシアの暗い部分というか黒い部分、ちょっと中の人というか、実際にロシアの人に会うと分かんないですけど、そういう部分は僕らは少なくともニュースとかメディアの印象はそういう暗い方を結構やっぱ見る機会が多かったですかね。そうですね。で、だからなんかロシア、なんか戦争してる国なのになんでこう、なんだろう、他の国からそんなに当時は拒絶がそこまでなかったりとか、あとはなんだろうな、戦争って結局あんまりニュースで見なくなっちゃったけどどうなったんだろうみたいなことが気になって、で、でウクライナとロシアの戦争は続いているということで、で、なんで国際法があって、国際法ではその違法に土地をなんか占領したりとかってもちろん禁止されてるんですけど、なんで国際法あるのにそれが守られないんだろうってことを思ってですね。だからこう宇宙法あるけど、なんかそれがなんか守られなかったら意味ないし、なんかどうして守られないのかということと、ウクライナはだからずっと侵略されてて困っていて、困ってる側はなんか今何をしてるんだろうということが気になって、私が行った当時は2017から18で、まだキーウはそこまでなんだろうな、あの被害がない状態だったので、行ってみたという留学してみると、またちょっと日本で国際法を勉強するのとは違う示唆が得られるのかなということで行ってみました。で、もちろんなんかキーウは平和だっていうふうに言われてたんですけど、行ってみるとなんか亡くなった兵士の方々のなんか写真とか記念碑とかがあったりとか、あとは結構街並みが、例えばベンチとかが国旗の色に塗られてたりとか、水色と黄色に塗られててっていうところすっごいたくさんあったんですよね。で、なんか友達とか散歩してて、あのベンチなんで塗られているのみたいなことを聞いたら、ユーロマイダンっていう革命がクリミアの侵攻される直前に起こって、でこう政権が変わったりとかもしたんですけど、その時になんかあの、まあウクライ私たちはウクライナだっていうなんか象徴だったりだとか、こう自分たちのこうなんか奮い立たせるために塗ったものが今もまだ残ってるっていう風なことを聞いたりとか、やっぱそこでこう変わったから、なんかみんな国旗のものを身につけるようになったりとか、だから意外となんかリュックに水色と黄色のリボンがついている子とかがいてですね、日本ってそんなにこう黄色のリボンわざわざつけたりしないじゃないですか。だから私はそれが結構衝撃で、街並みすごい綺麗だけど、綺麗で散歩とかすごい楽しいんですけど、なんか歩いてるところにこう戦争の影っていうか見えるものがありましたね。そうか、そこをやっぱり脅かされているからこそ、国としてのアイデンティティ、自分が国に所属するんだっていうアイデンティティがやっぱ強くなるのかなと思ってて、やっぱ日本だと、もう平和ボケしてるというか、平和な状態が数十年続いていて、しかもあと中国、周りが海なので、急に侵略されるようなこともないしっていうので、やっぱ日本あまりそう身近に感じることはないですけれども、やっぱウクライナに行ってみて、行かれてそういうもう大学生とか周りの友達がそういうふうな面持ちというか考え方で生きてるっていうのはやっぱ違うなと思いますね。で、そうするとやっぱあれですよね。でもかといっても戦争はあるんですけど、普段の日常が様子が全然日本と違うかっていうとおそらくそうでもなくて、僕ら友達となんかふざけて話したり多分恋バナとかしたりするんですけど、やっぱそういう仲もあり、そういう関係もありつつ、そういう日常もありつつ、やっぱでもどこかで通奏的にこう戦争っていうことが続いてるっていうのはなんかあるような気がして、それやっぱ
日常にこう染み込んでるみたいなところがあるんですかね。そうでしたね。なんか本当にいつもキャッキャして遊んでる友達とうかんに、なんか私は学部生の時に留学をしたんですけど、修士の授業も取らせていただいて、というか修士の授業をメインで取ってたんですけど、なんか別に就職したいだけだったら学部卒業したらそれなりの就職先見つかるじゃないですか。なんでわざわざなんか授業だるみたいな言ってる友達とか、宿題面倒みたいな言ってる友達が、なんでわざわざ修士に来たのみたいなことを聞いたら、なんか自分はなんかこの戦争を絶対終わらせたいから国際法を勉強しに来たみたいなことを言ってたりとかして、なんか日本にはない感覚で、うん、そうですよね。まあ使命感が全然違うようなイメージがありますね。やっぱ今急務というか、今まさに解決しないと日常というか命が脅かされてしまう、領土が脅かされてしまうっていうので、すごく真剣に考える人が多いのかなというふうに思いますね。どうですか、やっぱウクライナの中でこう国際社会、国際政治とか宇宙に関する政治を学ぶっていうところはやっぱ日本で学べるものとやっぱ違うものが結構あったような感じですかね。そうですね。例えば国際関係の法律の授業いろいろ取ったんですけど、国際人道法とかはなんかまさに国し際人人道法っ道法、ていうのは、例えば戦争が起きてしまった時に民間の人がいる施設、病院とかは狙っちゃいけませんよだったりだとか、学校とかあと文化施設とかですね、攻撃の対象にしてはいけないとか、いろんなそういったことが決まってる法律で、それが今守られてるかどうかって言われるとちょっとじゃないけど、なんかまさにその周りにやっぱり戦争に行く人たちとかもいてですね、そういった知識がなんかもう卒業してきっとなんか役に立ってる。なるほど。やっぱその法律を作っても結局守られないと意味がないっていうので、どうなんですかね、やっぱロシアとか今結構、プーチン大統領が主導して、もうある意味国際社会で決めたことを守らないというか、そんなことをお前らが勝手に決めたんだみたいな立ち位置で、おそらく、ちょっと僕も分かんないんですけどあルールを無視するようなことがあるような気もするんだけど、そういう専門の立場、宇宙法を学んだ井上さんの立場から見て、そういった国も含めてこう平和に平和っていう言葉で片付けるのもあれですけれども、うまく手を取りながらっていうんですかね、協力するような環境を作るにはどういうふうに進めるんですかね。なんかルール守れって言っても守ってくれないんだったらどういうふうに進めていくんですかね。難しい質問ですよね。なんか裁判とか国際司法裁判所とかでやってたりしますけど、それもなんかボイコットとかされちゃって、話し合いがそもそもできなかったりとかして難しいんですけど、それをやっぱりウクライナだけじゃなくって他の国の人たちにも協力をしてもらって、なんかそれってなんかやってはいけないことなんだっていうことを伝えていくことが大事なのと、あとこれはすごい時間がかかることだと思うんですけど、なかなかそれきっとロシアの国民の人たちも自分たちの国が今何をしてるのかってわからないんじゃないかなっていうふうに思っててですね、それをなんか知ってもらうためにはどうしたらいいんですかね。なるほど。なんかそうですよね。確かにそうですよね。経済制裁とかっていう風なのもあったりして、例えばロシアが戦争を仕掛けましたっていうと、他の諸国からの物資、なんか輸入とか輸出止めたりっていうのがあると思うんですけど、やっぱそういう事態になっても、そうですよね。その情報統制がされてると、なかなかロシアで進んでる人たちって自分たちの生活圏で何が起きてるかって、興味持たないってこともあるでしょうし、興味を持たせないようにしてるっていうのもあるかもしれないですけど、そこはもう、どういうふうに進めるかっていうのは専門家の方に考えてもらうのが多分一番だと思うんですけど、どうなんですかね。なんか
難しいですね。難しいですよね。うん、著書の中でも書かれてましたけど、その実際に身近な人が戦争に巻き込まれてしまっていて、でまさにそのウクライナから日本に移住するというか、ビザを発行するのにも手伝ったっていうところで、やっぱそんだけ身近になればなるほど戦争に対する考え方、なんか実際にダメっていうそんな簡単なもんじゃなくて、もっといろんなものが絡んでるって思うんですけど、そこの考え方とかって、なんですか、また2022年に侵攻が始まってもっといろいろ情勢が変わった中で感じることを、それまでとその事件が起こった後でいろいろ変わったこととかありますか？もうなんか変わりましたね。本当に変わって、今おっしゃってた通り、ウクライナの現地でできた友達だとか、そのご家族が、一旦最初ウクライナの近隣国のヨーロッパとかに避難してたんですけど、そんなに長くその国にもいられないっていうことで、日本に何人ぐらいかな、20人とか来て、そのうちの私は今5人の保証人をやってるんですけど、なんか手伝ったりとかしてる中で、それもすごい大変で、例えばまだウクライナにいる時にどうやって避難するかみたいな話してたら、なんか電話越しに爆撃の音が聞こえたりとか、もう本当に私もなんか一緒にいるような気持ちになって怖かった体験ですね。でその時になんか思ったのが、私はウクライナに行って2014年から戦争が始まっていて、今も続いてるっていうことを知っておきながら、なんだかんだなんかロシアにそこまでなんか拒絶感とかもなくて、なんかそこで何もできなかった、この何ですかね、2014年から8年ぐらい会ってて、そこの間でどうしてなんか戦争を止められなかったんだろうってすごい後悔して、なんかずっと火種はあったのに、国際社会がずっとなんか見て見ぬふりをしてきたから、この事態が起きてしまったわけで、なんかもっと強い、制裁なのか経済制裁なのかわからないですけど、やっておけばよかったし、なんかもう繰り返しちゃいけないなっていうふうに思いましたね。なるほど。そうですよね。戦争、僕も見てるわけじゃないのであれですけど、やっぱ何か根底にずっと見逃していた問題があって、それがちょっと火花が散っただけでボッと燃え上がってしまうような、そうですね。その火種が出る前の段階で、ちゃんと、そこに目を向けていくのが大事なんですかね。そうですね。あとなんか一つ思ったのが、なんかすごいこんなにもうなんか本当にその時大変で、なんだろう、みんなの航空券買ってたから、クレジットカードの上限来ちゃってそんなこと今までなかったと。そうなんです。別に限度額もそんなに低いわけじゃなくて、数十万とかあるんですけど、なんかそれ上限すぐ来ちゃうみたいな、とか、もう日本でもいろんなとことやり取りして、本当にありがたいことになんかホテルとか一時滞在の場所とか無償で提供しますっていう風な言ってくださるところとか、いろんななんか生活物資寄付しますって言ってくださるところとかあったので、なんかずっと電話かけてたら電話代がすごいことになってかけ放題にしたとかすごいもうなんか大変で、なんか仕事も別になんか休めないし、そうですよね。なんか仕事やりつつみんな来た子たちのなんか調整とかしてて、これから来る子が午前4時とかに電話かけてきてすごい激務ですね。すっごい大変だったんです。なんか肉体的にも精神的にも大変だったんですけど、なんかこれ多分私だけじゃなくって他にもなんか違う問題で同じぐらい困ってる人がいるんだろうなっていうことに気づけた。なるほど。だからなんか優しくなりたいと思いましたね。人に優しくしたいなって思って。今その日本に来られたウクライナの方はまだ日本で暮らして平和に暮らしてられるって感じですか？来てる人がまだいる人たちがほとんどですね。なんかウクライナ人っておそらく日本に来てる人たちが2000人ぐらいいる
ちょっと古いデータかもしれないんですけど、いらっしゃって、でもやっぱり日本で生活全然こう違うじゃないですか、ヨーロッパと日本で。私日本語もうまく喋れない子たちとかって馴染めなくってウクライナ帰っちゃう子とかもいるんですけど、私の周りの子たちは本当になんか皆さんのいろんな協力のおかげで長く滞在することができていて、例えば日本語を現地で日本語学科に通ってて日本語勉強したはいいけど、卒業して数年使わなかったら忘れるじゃないですか。だから日本語学科卒業したといえどもそんな喋れなくて、アルバイトとかもちょっと厳しいかなみたいなことを思ってた子もいたんですけど、日本語の専門学校が無償で授業料を0円で受け入れてくださったりとかして、ここでこう最低限喋れる日本語を覚えて、なんか自分の前のウクライナでやってた仕事に近い分野のお仕事に就けたりとか、まあちょっとアルバイト転々としながら自分の合うお仕事を見つけたりとか、本当にこれはなんか日本語の学校もそうですし、あとはなんか住居とか提供してくれるとこがなかったらなんかもっとなんか馴染めなくって帰ってたかもしれないんですけど、全面的なサポートがあ皆さんったんですよね。あってよかったですね。なるほど。で、その印象的だったのがウクライナの方を受け入れる時ですね。日本の空港、成田空港に多分着いた時に取材陣の方がバーッと行って、でそこで今の心境みたいなので取材されてて、そこに多分おられて、で中で書かれてたのが感動コンテンツとして戦争が利用されているというか消費されてしまっているように感じたって。で自分もなんかこういう取材するコンテンツを届けるために、こういう傷ついてる人たちに取材することでなんか人をもっと嫌な思いさせてしまってたらみたいなところがある。でもちょっと嫌になったってことはあったと思うんですけど、この思いをきっかけにですね、なんか文章書く時の心構えとか考え方って変わったことはありますか？もう取材する時の姿勢が変わった気がしますね。今のがなんか100%できてるかどうかはわからないんですけど、なんかやっぱ取材する時とかにあの時のことがこう思い浮かんで、なんか今の心境はとか私もめっちゃ聞いちゃってたんですよ。だからなんだろうな、ちょっと立ち止まってなんか考えて聞くようになりましたね。相手が思ってることをなんていうんですかね、ネタを取りたいっていうよりかは相手のことを思って質問するようなイメージですかね。そうですね。なるほど。そうなんです。それ難しいですよね。でもそれってなかなか。でも聞きたいけど、なんかだから多分聞き方とかがその前後になんかいろいろ付け加えて聞くようになったりとか変わったんじゃないかな。なるほど。やっぱそういう経験もあってどんどんなんですかね、もっと本当に必要な大事なところを聞けるよう、そういうことを本当に聞かないといけないっていうのも多分あると思うんですよ。僕も今こうやってお話をしてるのも大事だからって大事だから質問してるのであって、やっぱこういう重要なことってどんどん忘れ去られていくような気がするので、ちょっとでも真剣に思いやりを持ってでもお話しして、いろんな人に聞いてもらえればなっていうふうに思いますよね。そういったこともあっておそらくウクライナの話でウクライナで関連して、この戦争に関連してエッセイを書かれてて、でそれが中学校の教科書にも載ることにもう載ってますか？それがこれです。この中のこっちが原作というか元々の本で、でこれを書いてた時がまさにその空港でいっぱいなんか取材の人たちとかから言われて、でもすごい悩んだんですよね。なんか取材に答えないとみんないろいろなんか寄付だったりとか協力してもらって避難してきてるから、それに対するなんかありがとうございますとかこういうのが役立ちましたみたいなことはやっぱりメディアの取材の依頼が来たら答えていくべきだけど、なんかそれによって友達が傷つくのも嫌だっていう風な、なんかじゃあなんか
取材って何なんだろうとか、なんか記事って何のために誰のためにあるのみたいなことをすごい悩んでて、私はこのままなんかライターやっていいのかなみたいな時に、この川出消防新社さんっていう出版社さんからこういうこの企画があるのでっていうふうに言ってもらって、これは30歳以下の若い人に、平和についてこう何ができるのかっていうことをあの書いてもらって集めたなんかアンソロジーなんですけど、それに私はなんか自分もなんか何か大きなことができたわけじゃないんですけど、たまたまなんか宇宙が好きで宇宙のことを追いかけてたらウクライナに行くことになって、そこでできたお友達を本当にそんなたくさんの人数じゃないけど避難を手伝うことができて、少なくともその人たちは救うことができて、じゃあなんか平和のために何がなんかやりたいな、自分に何ができるかなって悩んでる人たちは、まず自分の好きなこととかを好きなことからどんどん視野を広げていったら、なんかニュースとかにはなってないなんだろうな、苦しんでる人がいることとかそういうことにいつか気づくことができるから、そういうところからちょっとずつなんかその人を助けるとか、そういう道につながっていくんじゃないですかねみたいな話を書いたエッセイだったんですね。でなんかこの時はでもせっかくご依頼いただいたから書いてみるかっていう感じで書いて、でこの時もなんか本当にみんなの避難のなんか手続き忙しかったから、もう夜中に書いたんですけど、でも多分頭の中ではそういう先ほどおっしゃったような葛藤というか、書いていいんだろうかっていう葛藤、でも書かないといけないんだよなって葛藤の中で生まれたエッセイってことですよね。別になんか私は戦争を一人で止めれるわけでもないし、何もできないけど、その中でなんか強いて言えばみたいな感じで書いた、なんか本当にめっちゃ迷いながら書いた、多分それが文章の中にも現れてて、結局なんかそんなこうしたらいいっていう風な道筋を読者の皆さんに示せたわけではなかったんですけど、このエッセイを教科書の会社の方が見つけてくださって、ありがたいことに教科書の題材として使っていただいてるんですけど、なんかそれで思ったのが、なんかその時の気持ちをなんか書き留めるってことすごい大事なんだなって思って、今この同じ内容なんか同じテーマを与えられて同じ文章が書けるかって言われたら多分私書けないし、これを自分でも読むたびになんかこんな戦争の時、そういえば戦争始まった時大変だったなって思ったりとか、あとなんか自分で今これ書けないなって思うとこ、どこだったかな、ここですね。なんかキーウでのなんか友達と全面戦争が始まる前って、でもなんかロシア軍が集結してるらしい、戦争始まるんじゃないかみたいな報道はあってたけど、現地の友達になんかチャットで聞いたら、いや大丈夫なんじゃないみたいな、結構軽い感じだったんですよ。だからなんか普通にミームとかなんか送ってなんかゲラゲラ笑ってたんですけど、なんか戦争がもう全面戦争が始まったもうその日からなんかインスタのストーリーがもう変わったんですよ。今までみんな自撮りとかネイルとか載せてたんですけど、なんか爆撃されたお家の写真とか、道端がこんな風になってるとか、私今シェルターにいますとか、そういう風ななんかストーリーばっかりになって、なんか今の時代の戦争ってこんな感じなんだみたいなことを思ったって話とか書いてるんですけど、これ多分今振り返って書いてくださいって言われたら書けない。なるほど。そうですよね。いや、それはやっぱ書くっていうことがその時の自分の考えを文字に起こして、でそれがもう撤回できないというか、一回こういうふうに出版されてしまうと撤回できないっていうことを多分おっしゃってたと思うんですよね。やっぱそこにある美しさというか、だからこそ書くべきなんだみたいなところってやっぱ思うところはありますか？あります。すっごい。だからそのバランスが難しいですよね。この本の時はだからなんだろうな、その時のリアルの体験残せてすごいありがたい機会だったなって思う反面で、じゃあ教科書に使っていいですかって言われた時に、なんかこの戦争のなんか
終わり方が見えない中で、もしかしたら自分はなんかロシアが戦争を仕掛けてきたっていうふうに認識しているけど、実は自分が間違っている可能性だってあって、それをなんか中学生の皆さんがなんか音読して多分めっちゃ勉強してくれると思うんですけど、なんか間違った考えだったって気づいた時に、なんかどう責任を取ればいいんだろうとか、責任なんて取れないし、なんかこんな文章でいいのかなみたいなことをめちゃくちゃ迷いますよね。めっちゃ迷ったんですけど、でもなんかマイナスよりもプラスのことの方が多いのかなって思ったりとか、なかなかこの距離感で日本人で戦争を体験する人っていないし、なんか日本のきっとなんていうんですかね、平和教育って第二次世界大戦の時に、日本はこういうことをしてしまったとか、こんな被害があったっていうところでなんか止まっているような気がしてですね、なるほど。なんかその平和観とか戦争への考えをアップデートしてほしいとか、そうですね。なんかあとは戦争をそうやって第二次世界大戦とかの記憶を語り継いできてくださった方とかもたくさんいらっしゃって、すごい話すことって悲しいことを話すことってすごい辛いことだと思うんですけど、それをこうずっと話してきた人たちがいるから今の日本人の考え方があって、それをなんか引き継ぐなんかバトンをつなぐみたいな意味でもきっと必要な文章にそういう役割に担えるかなみたいなことを思って、教科書のなんかぜひ使ってくださいっていうお返事をしたんですけど、めっちゃ迷いました。なるほど。いやそれはなかなかの決断ですよね。なるほど。そういう思いでやっぱ書かれてるってことですね。ちょっと書くっていうことについて、僕が気になったというかたまたま思ったことですけど、人間はもともと昔はこう石にこう壁画とかでこうバーって描いたりして、それがどんどん簡単に、粘土でまず粘土板で描けるようになって、でその後パピルス石が発明されて、で紙の後、活版印刷もありましたけど、その後、今データですよね。もうデジタル上でオンラインで書いたりしてっていうので、どんどんこう文字を書く、何かを残すっていうことがどんどん省エネルギー少なくてできるようになってきていると。でその一方でおそらく消すのも簡単になってしまっていて、データとか、論文書いて消えちゃったっつったら終わりですし書いたことが消えるのも簡単になってきてますし、でまた今この世の中どんどん AI とかも出てきて、自分が全部書かなくてもその文章自体を、プロンプトを打つだけで AI が完成してしまう時代になってきてるっていうので、こうライターとしてこう人が思いを伝える言葉を文字にして伝えるっていうことが今後どういうふうになっていくと思いますか？難しい質問ですね。私もチャット GPT とか使っちゃうことは実はあってですね。どうなんですか？使うべきなのか使ってはいけないのか分かんないんですけど。なんか使うけど、なんだろうな、人が書いた文章の方があったかい気がします。あとは記事とかたまに編集する側、他の人が書いてくださった記事をこうちょっと読みやすくしたりとか、そういうお手伝いさせていただくこともあるんですけど、なんかまだチャット GPT が書いたこれ使ったんだろうなって文章ってちょっと分かっちゃう。別にそれを使うことが悪いわけじゃないし、なんか使った文章の方が読みやすい時もあるんですけど、なんか冷たい感じがして、なんだろうな、血が通ってないみたいな。温かさがない。なるほど、血が通ってないってことですね。だから何が違うのか、どんなところにそれが現れるのかって言われるとちょっと難しいんですけど、なんか私は人が書いた文章を読みたくなります。まだこれがもっと発達していけば変わるのかな。どうなんだろう。どうなんですかね。確かにこう今のチャット GPT とか言語モデルってなんかその性質がないというか、その人の特色がないというか、誰でも受け入れられるようなこう一般的な性質、人としての性質を持ってて、この人特有のみたいな、この人特有の味がないっていうんですかね。確かにそういうのもあって、
なんか普遍的な文章に確かに聞こえますよね。例えばでも作家さんとかだったらその人の書き方とか文章の進め方とか構成とか持ち味とかがあって、そういうのがやっぱ特に文章化していくっていう意味ではなんか温かみがない、血が通ってないところになってくるかもしれないですよしれないですね。ね。だからなんかニュースの記事とかは本当これからもう AI とかがあの活躍するかもしれないし、あとはなんだろうな、例えばインタビュー記事とかもう録音を書き起こしてなんかね自動で書き起こしたら記事になりますし、そういった分野はもう本当に AI が使われていくんだろうなって思うんですけど、多分随筆とかエッセイとかはの方がこれからもしかしたら注目されていくかもしれないなっそうですて。ね。そうだと思いますね。まさにだって AI って、まあ、チャット GPT とかって2022年とかにできて、歴史がないというか、その過去はもう全くないので、こういう今お話しいただいたような過去にこういう出来事があって、で、こういう思いをしてっていうのは本当に事実としてある。それはもう AI 絶対超えれない、その過去には戻れないので、そうですよね。随筆とか、その人が生きてきた証となるような文章っていうのは、もっともっと人がこう生み出し、まだまだ伸びていくというか、そっちがもっと重視されるようになってくるかもしれないそうですね。ですね。最後に、まあ、宇宙ライターとして、はい。なんですけれども、この前 iSpace の月面着陸の、まあ、僕はライブで見てたんですけど、多分おそらくイベントに行かれて、で、まあ、結果としては残念ながら、着陸できなかったところですけど、これからもっと、まあ、宇宙関連の企業でかなり難しいことにトライするような企業とかも出てくると思いますし、そこに取材に行かれることもあるでしょうし、それに関しての記事を書かれることもあると思うんですけど、こういう、まあ、失敗した時とか辛い時っていうのを企業を応援するために、もしくはそういう、まあ、夢をどんどんつないでいくために宇宙ライターとして気をつけたいこと、こういうことを発信していきたいなみたいなことはありますか？そうですね。まず iSpace さんの私もあの応援着陸応援会に行って取材してて、本当に今回は行けるだろうって思ってたから、思ってましたね。もうなんかびっくりというかびっくりも超えて、失敗した時すごいなんか一緒にショックな気持ちで、なんかやっぱあと周りに従業員の皆さんとかもいらっしゃったので、すごいなんか悔しがってる様子とか見えて、本当に残念だったなっていうのと、そのあともう一歩のところのこのハードルの高さが本当に難しいんだなって思って、ただ iSpace さんすごいなんだろうな、経営の体制すごくって、ここで終わりじゃなくって、ちゃんと次の2回分のミッションの準備もした上であの着陸に挑められているので、あの次こそはっていうふうに思うんですけど、でなんか私みたいな宇宙に特化したライターのすごいいいところというか、なんか自慢できるポイントっていうと、他のなんか新聞社とか雑誌の人とかだとどうしても移動があるので、なんかそういう長い期間一つの企業とか何かプロジェクトを追い続けるってなかなか難しいことだと思うんですけど、なんかそれができる私が宇宙ライターやめない限りはずっと多分追い続けられるので、それがすごいいいことかなって思ってて、なんかここからどうやってこうiSpace さんに限らずですけど、今チャレンジしてる企業さんが何を思ってどうやってなんか活躍していくのかっていうところ、それをきちんとなんか文章で残して、でリアルタイムで皆さんにこうお届けすることはもちろんなんですけれども、いつか、100年とか経って本当にもう月にたくさん人が住むようになった時に、なんか今の月面の、にこう街ができるまでにこんななんか歴史があったんだなっていう風なのを、なんかなんだろうな、追体験できるような、なんかそんな文章を書き残せる宇宙ライターを目指したいですね。いやぜひそうしてほしいです。僕と楽しみにしてます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。